皆さん、こんにちは。テック系へようこそ。今日私はデータストラクチャーズのスタックに関して教えてあげます。ここに5つのキーワードをお見せします。スタック、数値、ブール値、要素と最大。リフォーというのは何ですか？はい、じゃあ私は今からスタックにSQL という本を入ります。じゃあ、それから C++、Python、JavaScript、PC Unix という本のスタックに入れました。一番最後に入った本は PC Unix です。一番最初にスタックに入った本は SQL です。はい。今からスタックから本の出るとき、一番最後に入った本の一番最初にスタックから出ます。それから JavaScript、Python、C++ と一番最初に入ったスタックに入った本は一番最後に一番最初にスタックの中に入った本の最後にスタックから出ます。これはリフォー級です。Last in, first out。さっきお見せしました本のエクサンプルは、リフォーの基本的なアイディアです。スタックでは主に、一番最後に入られました。でも一番最初に出られましたという英語で言ったら、last in, first out、リフォーと言います。それはスタックです。一番最後に入られました。でも一番最初に出られました。リフォー、last in, first out。ということは、わからない人たちは、このパーツを見ていきましょう。3、1、2、5と8は要素です。これはスタックです。私は最初に3から始めて8からいきます。例えば3、1、2、5と8、スタックに入れます。それから、最後に入れました要素は8です。8です。スタックから要素出る場合、一番最後に入れました要素を一番最初に外に出られます。ということは、リフォーと言います。last in, first out。英語でリフォーと言います。ここにスタックの6つのオペレーションズをお見せします。押す、ポップ、ピーク、is empty とフルかどうかとクリアです。押すの方法で、この1、5、4と8の要素をスタックに入れます。1、5、4と8。これはスタックの押す方法です。スタックのポップ方法で一番上にある要素8の8はこのスタックに一番最後に入れた要素です。これは外に出られます。それはポップ方法です。例えば押すの場合、スタック押す1の場合は1を入ります。ここに入れます。スタック押す3の場合は3もスタックに入れます。スタック押す9の場合は9もスタックに入れます。今はスタックに要素が入れます。この要素を外にポップしてみましょう。
スタックポップ、1番目のスタックポップの場合は、一番上にある9、外に出られます。2番目で、ここで9、外に出られましたから、1と3だけあります。2番目のスタックポップの場合は、3も外に出られます。その時、スタックの中に1だけあります。3番目でスタックポップの場合は1も外に出られます。その場合はスタックの中に何もありません。その時スタックの中に要素が何もありませんから、スタックは is empty とチェックすることができます。ピークのオペレーションズでは、要素をリムーブしないでトップの要素の数値を取ります。例えば、スタック、ピークの場合は一番上にある要素がリターンします。ピークの場合ではリムーブしないでトップの要素の数値を取ります。私はもう一度スタックピーク方法としたら9の数値を取ります。どうしてかというと、スタックはピーク方法としても全然変わりませんでしたから、次の方法は is empty です。is empty では true と false としてブルジがあって、もしスタックの中に要素がなかったら is empty true としてリターンします。もしスタックの中に要素があったら false としてリターンします。is full 方法は、is empty とちょっとだけ違いますが、is full 方法では、要素の中に最大サイズの要素があったら is empty 方法は true になります。もし最大サイズより小さい要素があったら false になります。例えばスタック is empty の方法で true としてリターンします。どうしたかというと、このスタックの中に要素が何もありませんから、例えばこのスタックの最大サイズは5です。1、3、6、8と5として5つの要素があります。なので最大サイズが5です。私はスタックフルの方法としたら true としてリターンします。どうしてかというと、スタックの中に5つの最大サイズと同じような5つの要素がありますから、このスタックの最大サイズは5です。でもこの中に1、3、6として3つしか要素がありませんから、スタックフルの方法としたら false としてリターンします。スタックのクリア方法では、例えばこのスタックの中に1、3、6、8として4つの要素があります。私はこのようなスタッククリア方法としたら、スタックの中にある要素がクリアすることができます。ここにデックを使ってどうやってスタックを作るか、このコードにお見せします。たとえブラウザ、コンパイラ、簡単な計算機、数学的平和式は、スタックを使っている大事なものです。じゃあ皆さん、最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また新しいビデオにお会いしましょう。バイバイ。